大人気アプリ1日コレクションの開封動画第3回目なんですけど、なんでこの2人なんだろうね。この人選なんでですかね。僕もびっくりしてますね。ちょっとうまくさこうトークを進行するんだったらさ、どっちかがこうしっかりしてないと漫才のコンビでさ例えるとさ、はい、ボケとツッコミがあって初めて成立するわけやんか。そうですね。ボケとボケみたいな感じじゃない、今日。割りかしそうですね。そうです。大体僕とかだと矢野さんがいて、矢野さんが結構こう割り振りしてくれる感じで進めてるんで、ついていく感じ。そうですね。じゃあ今日全部やってちょっとどうですかね。自信ないです。いけるって。若干そういう部分で不安なんですよね。どうしようみたいな。俺全然不安はないよ。マジですか。もう今日はね、はい、ノブくんが新しい扉を開くんじゃないかなと。はい。新しい扉。新しい扉。はい。今日ですね。じゃあ俺が今日合いの手入れるから、はい、回してこ。回してきますか。回してこ。はい、あ、でも俺1回だけ司会したことあるんですよ。お、マジで？あるんですよ。何？年末のあれですね、ケイオスの特番やったんですよ。その時司会やれって言われて、めちゃくちゃグダグダになっちゃって。ダメか。すごいなんかクレームが来たって言って。ダメやったか。参っちゃってたんですよ。プロデューサーの人が。そういうことがあって、はい、それはい。でも俺はそういうのを経験してるからこそ今日ちゃんとできる気がするんで。できますかね。はい。ちょっとはい。はい。じゃあ吉橋さんよろしくお願いします。まあそんな感じで新日コレクションガチャ引いていきます。よし、引いていこう。はい、行きましょう。おお、出ました。これちょっと洗剤が古いよね。あ、しまった。早速文句言ってしまった。ね、これ新しくなるといいな。ね。スカウトフォローね。フォロー。はい。じゃあこれいきましょうか。アプリを起動して、画面をタップすると、次に進みますと。そして、スカウトね、スカウトをして、これね、スカウト知ってる？イベントスカウト、レアスカウト、ノーマルスカウトある。やったことある？いや、やったことないですよ。ないのか。あります？俺あるよ。あ、本当ですか。棚橋が出たから満足した。これで、今日はね、レアスカウトをやってみます。はい。でこれで10連ね、10連のガチャなのかな、10連ガチャを引いてみると、よし、レアカード出ろよし。あ、すげえ、こんなすげえ。よし、じゃあ行ってみよう。手が込んでるですね。手が込んどるよ。はい。すげえ。いった。どれぐらいの度合いなのかちょっと分かんないですけど、初めて見るんで。あ、これ赤がね、いいカード。あ、タンガロア。これ赤よりも上があんのかな、金がな。ね、金がなかった。タマトンガ。続くね。バレット続くね。デスペラード。あら、来た。ありがとうございます。天さん。高木慎吾。あ、ヨガな。オーカーンがな。ランスアーチャーね。あ、カールね。カールもレアカードになってんだな。これ期待されてんな、これ。ほら、来た。よし、出てきました。なんであの写真なんだろうね。分かんないです。あれ、ブリスコ。でもこれあれじゃいいじゃない。お互い1枚ずつ出たじゃん。はい。いや、所属選手がさ、こんだけいてさ、2人が一発目出るって。いや、すごいですね。俺は持ってんな。持ってますね。持ってんな。でこれはまあまあ良かったんじゃない？引き的には。はい。ね、10枚引いてレアカードが4枚。はい。ね。よし。
はい、じゃあよし、じゃあこの10連スカウトですね。オッケー。はい。これタッチして、はい。あれ一緒。タマトンがちょっとタンガロアとかですか。おデビッド・グリーンだよね。これ引きが出るよ、ヨッシーの引きの強さが。本間さんっすね。なんで本間さん出ただけでちょっと笑えるの。おへなあれな。最近かぶり物してないですね、本間さん。しないな。多分歩きにくいことに気づいちゃったんだろうね。ちょっとなんかたまによれたりしてますからね、歩きながら。前後ろからねこうひねられちゃった前見えない。おマーク・ブリスコ、さっき出たねブリスコ兄弟が、はい、これで揃ったねブリスコ兄弟が。おおすごい。カールもさっき出た、はい、もうこの色がついてないカードは星2だね、ノーマルカード。ロッキーじゃない、いい写真じゃない。あれタイガーさんかぶり、タイガーかぶりすごいですね。好きだねタイガーさん3枚出るとこもあるんですね、これ。あるね。こういうなんかあるんじゃない、思いが伝わってるんじゃない。伝わってるんですかね、これもしかも全く同じカードなんて出るんですね。だってそう種類も一緒っすよ。そうだね、もうこれタイガーファンにはたまらないよね。そうですね。俺もヨッシーも出てないじゃんこれ。あ、本当ですね。さっき2枚出て今回出てないっていう、こんなこともあるんですね。俺の引き強いな。これ今のとこ俺の勝ちだからね。出してるからです。出してるから。じゃあ第2戦、はい、よしまた俺いいの引いちゃうよ。引くぜ。2回目えい。あでも赤多いよ。あ、本当っすね。ほら金になった。ほら金になった。ほらすげえ。いやいぶし星4つ。こんな風になるんですね。すげえ。おおいいじゃない。男前続くねこれ。男前来て男前来て。ごめん悪意はない。ブリスコに対して悪意はないから。あまたかぶったね。そうそう、オスプレイ。おお嬉しいんだろうなロスインゴファンね。哲也来たらね。ユニットごとに応援してる選手がやっぱ引けると嬉しい。後藤さん出てきましたね。来たね。つぼし。もう最近 LA 道場着なくなったね。ああそうです。なんか自分の T シャツ出たんだ。出たね。帰るの早かったね。自分の T シャツが出た瞬間にもう自分の着てるね。まあそうですね。なんとなく気持ちはもうロスインゴ勢多いね今回。いい意味で出たし。ああじゃあ。太一ということは、ロスインゴ星4が出たね初めて。そうか、星4の出方がすごかったですね。あんな風に出るんですよ。雷みたいの落ちて赤からバーンとステップランクアップしてね。はいはいはい。でもあれイブシのレアカードはいいね。はい、いいですね。はい。でもこれまあまあいいんじゃないこれ。いいですね。これ強いよ。だって星4俺入ってっから。そうですね。今のところ最高グレードのあれが出てるから。はい。これ確率的にはどれぐらいなんですか星。それは分からん。それも分かんないですか。それは分かんないです。じゃあ吉野番。はい。ああすごい。最初から銀入ってる。これ金から変わることあるんですか。今のところない。金から赤に戻るっていうパターンも戻るものあるんですか。ないね。でもジュースはコスチューム変えるから一個一個はレアだよね。そうですね。毎回カードでしかもう見れない。一緒の。いぶし来た。いいの来た。おお優勝。こ
これさちょっと金お互い引いてるからこの後の展開ではちょっとこれ分からんすよ。そうですねこれもかぶったね。これもそうですねねイービル。これノーマルカードですね黒。これちょっとノーマルカードの勝負になってくんじゃない。お今壁さんこれでもさ新しくファンになった方はさ「岡誰?」ってなるよ。ああもう強いよ。岡2連ですね。これ強いな。岡かぶり強いな。おヘナーレさっきも出たよね。出ましたね。うわこれちょっと俺負けた気がするな。おモークスリーいいんじゃない。これ結構いいですねこれ。いやちょっとだからいぶしの星4つで同点やんか。でそのノーマルカードの岡2枚が強いね。これは絵面がしかも連続でポンポン出たから、これ今さこうやってさ動画撮りながら弾かせてもらってるから岡2枚でも面白がれるけどさ、このみんな自宅で弾いてって岡2枚だった場合はどんな気持ちになる。どうなんですかね。でもどんな顔になる。岡知らない人も新しいファンだったらそうそう遠征行ってからね誰ってなる。今の王冠って全くちょっとまた別人やからな。別人になってるから王冠別人やからな。一人称が4になった。これは強力ですよ。これちょっと俺負けたくさいな。岡にやられたな。岡にやられましじゃあ最後の勝負いこうか。た。はい。赤2枚しかない。赤2枚しかない。筆記弱。気弱。J。これあれだね。赤い方がなんかこう試合中の写真が多いね。星2個だと結構ポーズ写真とかね。はいはいはい。ああいうパンフレットに使う写真が多いけど。おおタカさんね。もうここでしか見られない。ここですか。確かに今のところね。そうですねはい。あ、いや真田引いた。お来い。いいの来い。おお。これはいいんじゃない。いいですね。これちょっとやばいな。雲行きが怪しいな。霜り。最後の赤。コブ。あ、これ強いね。コブ強いですね。ジェフコブ強いね。ジェフコブ強いですね。強い。あ、ブリスコ多いですね。ブリスコ兄弟多いけどさ、最近来てないよね。来てないですけどね、はい。お成田また向こうで背伸びたらしいよ。マジっすか。どうなってんですかちょっと。だって181で入門して、今185あるらしいよ。伸びるってすごいですね。すごいよね。はい。なんか持ってんですね。いやちょっとこれ俺ジェフコブのあれだな。ジェフコブに頼るしかないな。何が来てもジェフコブで勝つよ俺は。じゃあ最後いく。だから今、最初俺が1勝で1分け。はい。でこれ最後の勝負。最後の勝負。はい。じゃあいきます。あ、すごい赤3枚。こっから金にステップアップする場合もあるね。お、いいビル。デビット。赤。おステップアップしない。おおスプレー。おこれ俺勝てんじゃね。ああコグリンなすげえ体してるよな。お真壁さんここが勝負だな。これ勝負の分かれ目だなこれ。あ勝った勝利宣言。これ岡2連とか来る可能性もありますからねまた。岡これなんかでこうねワンペア出たら俺負ける気がする。おおコブでも俺星3だから。うわそうか鈴木さんもノーマルで来るんだな。
ああちょっとなんか負けた気がする。カバナで川田いるっすね。これはかなりなんかバラエティーとんだ。バラエティーとんだね、本体ケイオスね、ロスインゴ、はいねですね。これは鈴木さん初めて出たのかな。中西さんもねこの間引退されたから、もう今こうカード上でしか、ね、こういう姿見ないしね。そうですね。いやージェフコブの星3をどう評価するかな。でもなんかその星2のカバナにやられた気がするな。もう完全に俺の価値観の問題だけど、ね、じゃあこれこれね引いたカードあるやんかが、カードがどんどん溜まっていくんだけど、このカードで自分で編成して、自分のユニットを組んだりそのユニット名をつけたりできるから、ちょっと今引いたカードで自分たち吉橋軍団、信夫軍団広志軍団と信夫軍団、武志軍団みたいなもんだけど作って、ちょっとそこで勝負しようか。わかります。じゃあこの場合はホームボタンを押して、ホルダーからマイユニットに、マイユニット、はいで、これでカードを選ぶかな。で、すごい、これ星順に全部分かれてるんですね。これ選びやすいね。よし、はいできました。コンセプトをですね、ユニットを一回忘れてこの面のレスラジに上げていったのがですね、これ一番最近というかね、本当に若々しさも保ちつつおしゃれさもあって、だんだん色気が出てきてるのが真田。派手さは今まであんまなかったんですけど、それが逆になんかこう見た目のこのセンスの良さと技の派手さのアンバランスというか、非常に今一番かっこいいかなという。で岡田、これね本当にねパッチリ二重憧れるよね。そうですね。そうなんですよ。全然話聞いてなかった今こっち夢中でした。で、いぶしはね顔も小さいし、やっぱこうなんか小動物のような可愛さというか、女性ファンから見ても可愛らしいし、男から見てもすげえ体してるしっていうね、この男女問わずなんかこう引きつけるのを両方持ってるっていうか、これずるいなというね。もう外国人選手ももうみんなかっこいいんですけど、特にこう美形なのがデビッド・フィンレイ、で、一番俳優顔が後藤弘樹。かっこいいよね。後藤さん顔でかいじゃないですか。いい意味ですよ。いい意味。いい意味でな。だからそれフォローかな。そうです。歌舞伎役者の人とかって顔みんな大きい。遠くの2階3階の舞台の人が見えるようにというね。歌舞伎役者の人とかって顔大きいんで、そういう舞台役者とか。なるほどね。確かにプロレスも遠くから見えた方がいいから、だからちっちゃいよりもそうやって舞台上がるんだったらでかい方が有利なのかなって僕は。なるほどね。でじゃあ例えばの話だけど、もうヨッシーが生まれ変わるとしたら、いぶしになりたいか後藤になりたいかっていうね。どっちかですか。いぶしさんです。いいよ今のいいよ。男臭いね、渋さかっこよさって言ったら高木君かな。これちょっとね後藤君、高木選手はちょっとねこう同率的なね、なんかこうカテゴリー的になんかこうそっちゾーンみたいな気がするけどね。この2人でどっちがワンカップ似合いますか。ワンカップいやと思ってワンカップどっちが似合いますか。すごいとこ掘り込んできたね。ワンカップの CM 来るよこれは。でもな後藤君かな。僕も後藤さんですよね。なんか後藤君はあんまりこう気分に浮き沈みがない感じなんだけど、こうなんか落ちた時に
気分が、はい、ワンカップで酔っ払ってほしいなって気がなんかワンカップすごい似合うですね。なんかワンカップ1本渡したら朝まで笑ってそうなイメージありますね。ワンカップ1つで。もう偏見がすごいねそのイメージが。なんかどうせだったら路上で飲んでほしいよね。ああ、飲んでほしいですね。家で飲んじゃダメだな。ああ、そうですね。昼間からワンカップ飲んでるおじさんとかいるもんな公園とかな。これいいですね。なんか花壇の段差のところに座ってもらいたいですね。バカにしてないですよ。それぐらいなんか、はい、そういうその日本人臭さというか、そのなんですかね、そういうのが強いのが後藤さんかなと思うんですよね。褒めてるの？褒めてる。もう褒めてます。もちろん褒めてます。はい。もちろんです。そして続いてはですね、まあこの、昔ねそのアイドルユニットにいた石森泰治もね、これも男前ね。はい。で、若い芽を摘むつもりはないんだけど、今ヤングライオンね、翔太もかっこいいし、上村もね、若い頃の棚橋に似てるし、辻もね俳優顔だし、でもね一番ね化けそうなのがこの成田。ああ、成田は結構そういう声聞きますね。このヤングライオンのこの時点でさ、海外遠征今行ってるけどさ、この時点でもうさ、なんか芋臭さがないんだよね。はい。俺らあったじゃんヤングライオンの時。ヤングライオンらしさというか、はい、洗練されてなさが、はい、垢抜けないじゃん。けどもう、ヤングライオンの時点で垢抜けてるっていうのは非常に恐ろしい。これはね、ちょっとね、成田は俺天井ないかもしれないね。天井知らず。天井知らずでいける気がするね。そしてはい、ノブ君。僕ですか。僕はあれですよ、ちょっと気使ってもらった感がすごいですけど、違うんだよ。いい顔してんだぜ試合中とかグッとくるもんね。やっぱ俺もさ、ノブ君もさ、笑い顔なんだよね。普段から結構ニコニコしてる時が多いから、試合中にさ、何笑ってんだとか言われます。言われるよ。ああ、一緒ですね。笑ってないよ。笑ってない、笑ってない。何とか。そうそう。あとお葬式の時とか誤解されます。いや、マジで。いや、すごい悲しんでんのに、こういう顔なんですっていうね、のがあるんだけど、試合中さ、すげえさ、キリッとするじゃん。試合中さ、逆にね、俺もっとね、素のよしを出した方がいいと思うんだよね。常にね、最初から最後までキリッとしてるから、俺キリッとしないよ。もっとなんかナチュラルなところで言ったら、もっとね、俺人の気持ちを引っ張れると思うんだよね。真面目なアドバイスだし。にんまりした方がいいですか。なんかね、こうしてやったりみたいな顔はありかなと思うね。そして第10位に、雰囲気イケメンの雰囲気だけの私をね、こう雰囲気ですか。末席にね、一番末席にこうね、これをザ・謙遜と言いますけど、いやこの男前準ユニットを作ってみました。そしてヨッシーは、もうユニットわかんないですけど、ヘベレケです。これみんな酔っ払った状態がもう面白い。もうユニット名だけで面白い。ちょっとね、じゃあ説明お願いします。もうユニット取っ払って、酔っ払った時の状態がもうヘベレケで面白かった人たちを集めたっていう。後藤さんはもうワンカップね。ワンカップもそうなんですけど、ワンカップ後藤ね。前の日記で僕書いたことあるんですけど、もう酔っ払って駐車場で寝ちゃったりとか。オフィシャルサイドの日記で書いて。日記で書いてた。野外でもう酔っ払って矢野さんと飲んだ時ですね。もう階段降りれなくなっちゃって2階で飲んだんですよ。荒武者だね。野宿だ、今日は野宿だ。で後藤さんがすごいのは、継がれた酒全部飲むんですよ。普通もう飲めないとかって大体自分でセーブするんですか。セーブしないんですよ。継がれたもの全部飲んで。レスラーだね。いや、もうすごいですよ。でどんだけ飲むのか僕一回やってみたんですよ。こうやってやってみんなよ。どんだけ面白いかなと思って。いや、限界を見てみたいと思って後藤さんのおでこついでたんですよ。日本酒ですよ。日本酒。はい。したら一人で2升飲みました。約2升。
この日本分とか720の分かりますよ、あれ4本でちゃんぽんとかたまに僕、こうマッコリ入れて焼酎入れてとこうビール実験すんなそれで後藤君で実験すんだよそこどうなんだろうなみたいな博士がこうなんか薬品を調合するみたい一な番の化学反応が起きたのがマッコリです。マッコリと何？マ最初ッコリビール、ビールハイボール、ハイボールマッコリ、芋焼酎です。これ必殺パターンねこの配合で僕ももちろん飲みますよ。配合ねが一番もう爆発しました。後藤君が最後どうなったの？甲府の乱が起きたんですよ。それ甲府なら山梨で起きたのか山梨で甲府の乱が起きたんですね。何が起きた山梨でちょっともう階段降りれなくなっちゃって。あそこで駐車場に寝たのでその店が古いんですよ、古くて階段がめちゃくちゃ急なんですよ。あるねそういうお店ねもう僕って狭いから僕も一緒に行ったら落ちて怪我すると思ったんで、後藤さんの足を掴んで両足、階段滑らせて下ろしたんですよこうやってこうケツをグタングタングタンってやんないやもう2人で僕も酔っ払ってんじゃないですか、で2人でこけて大怪我するんだったら後藤さんのケツ後を藤を一回寝かしてそうですね多分ケツだけじゃない頭もガンガンなってたよゆっくり下ろすもちろん危ないんで、もう店出た瞬間にこうあれですね駐車場で横になってます、こう引っ張ってヨッシーが後藤君担いだの肩ですよ、肩こうやって牛殺しじゃなくていやそれは僕も酔っ払ってるからマジでやばい牛殺しの状態から駐車場にこう下ろすみたいな多分僕も酔っ払ってたら多分途中でこけてますね多分熱まれみたいななっちゃいますねはいなっちゃってじゃねえよ危ないよで担いで帰った時にいびきかいてたっていう寝ながら立ってですよ立って寝ていびきかいたっていうそのスーパー G をしてくれたっていうスーパー G な、はいろんなスーパー G があるわけ、もうその G は後藤の G そういうことになってしまいますよねスーパー G な、そのもう後ろ姿はもう本当に哀愁荒武者から落ち武者になって落ち武者ではなかったですね。なかったから、はい、僕はもう本当勝ち誇った背中に見えますよ。大きい背中だ大きいったわけね背中だなと思って。これはレスラーの背中だな。いやもう本当に後輩に見せるべきなそうですねはい、ただその調合をまた今度やって蝶をちょっと吉橋博士のこうマッコリとこの、でもすごいです。でも酔っ払っても酒癖悪くない。それわかるな。いやすごいですよ。はい。で暴れる人とかいるじゃないですか。面倒くさいなお酒な。ですけど、暴れなくて絡まないですよ。いやいいね。一人で飲んで一人で潰れる。そうです。一番いいお酒だ。一番そうですよ。誰にも迷惑かかんないから。最近のが日本酒飲んで酔っ払ってこうなりだしたんですよ。船こぎ出した。そうですね。こうやって大丈夫ですかって言ったらうんって言ってで僕他のとこも行ってパッて見たら後藤さんも前のめりに倒れてますから無言で誰にも迷惑かけず無言で前のめりで。いや男だね。はなんかちょっと惚れるね。こう誰にも迷惑かけずにこう酔いつぶれるっていう。なんかあるのかなプライベートで辛いことを。なんですかね。飲みたくなる時はあるけどさ。ここまで取り乱さなく一人で酔いつぶれる人は会ったことがないですね。っていう部分で一人目。一人目長いわ。一人目で尺長いわ。はいじゃあ続いて。で。ユニット今結構見た感じで、今ケイオスと本体って組んだりするからそうだねこうやってねパッと見こう関わりみになるじゃないですか、でも一人だけ今関わりないのがいるじゃないですか。いるね。タマトンガです。タマトンガ。タマトンガはもう主乱ですよ。僕そう最近はもう飲んでない。もう昔道場にいたからね。道場で生活してたから。僕は寮生活の時タマとか一緒だったんで、ちょうど一緒のタイミングか。寮で一緒ですよ。でその時にいたのがプリンス・デビット、カール・アンダーソン、あと内藤哲也とカズ岡田ですね。すごいメンバーが同時期にいたんだね道場にね。でその時によく言ったのがタマトンガです。当時です。ロッキー俺あんまり酔っ払ってるの見たことないけど。ロッキー結構酔っ払いますよ。本当。ロッキーとかもケイオス飲みで。ケイオス飲み最近ってすげえセーブするんですよ。そうなんだ。いやロッキー最近いろいろこうイベントを仕切ったりとか、その選手のねブッキングとかね、その辺もやってるからちょっと大人になったのかな。
翔くんもそんなお酒飲むイメージないけど、体作りをさ。翔はケイオス DVD でどうなるのかそっちで見れるの？見れます。でもあんまりこう自分から飲まないよね。飲まないですけど、翔を飲むとどうなるの？で翔酔っ払うと口数多くなるとか。独り言が多いです。危ない一番ちょっと電車で乗ったら離れたい感じの人になっちゃいますね。こうブツ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 言ってる人ね、サラリーマンの方とかね、ストレスあんかけチャーハンって言いますね。あんかけチャーハンって酔っ払うとちょっとハッシュタグあんかけチャーハンでっていうのがあったんです。なんで多分あれじゃない、普段さ食事制限とかしてるから食べたいもうあんかけチャーハン食いたいみたいなのがもう酔っ払って心の叫びとして食べれないからガードが外れて出た言葉があんかけチャーハン。そうじゃないとなんでって怖い。思ったんですよ。それ以外だと怖い。オスプレイも結構乱れますね。結構音楽と踊り好きなんですよ。で酔っ払うと踊りますね。でもそんな人に物投げたりとかそういうことしないですね。いい酒ね。いい酒。ケイオスはみんな行儀いいね。いぶしさんとかも、この間僕初めて飲んだっすね。とにかく飲むからお前らも飲めよみたいな感じの。でも飲めとかそういうのじゃなくて楽しく飲まされちゃうみたいな。俺も飲んだんで吉田さんも飲んでくださいみたいな。そんなそうですね。イメージはオラオラ系ではないんで楽しくそのまま1時間で酔っ払いましたもん。そう。しかも空腹で飲んだんですよ。1時間でもうフラフラになっちゃいましたヘベレケになっちゃう。ヘベレケもうヘベレケになっちゃう。いやもう俺ヘベレケっていう言葉を人生でそんなに使わなかったけど今日一番使ったね。言葉に一番くっつくヘベレケはね。ヘベレケ。上鬼はこれ四天王か。そうですね。四天王とチャンピオンが一番は僕もそんな酔っ払わないですけど、その DVD の時は酔っ払いましたよ、さすがに。それが過去最高。人生で一番酔っ払った時とか。人生で一番酔っ払った時は今か。いや20歳の時にもうポートワインってわかります？白ワインの甘いやつ。で僕ビールとか飲めなかったんですよ、苦くて。でそれはなんかジュースみたいだと思ってめっちゃ飲んだんですよ。そしたらもう立てなくなってたら震え出したんですよ、体がガタガタガタ寒くて。でこう口がしびれ出して水もらったんですよ。そしたら飲んでるのに手前でこぼしちゃったんですよ。こうやって飲んでるつもりで遠近感を失ってる。いやもうないですよ。これもなくなっちゃって飲んでるつもりなのに手前でこぼしちゃって自分のズボンビタビタになってで水飲めないみたいなぐらいになってもう死ぬと思いました。どうやって帰ったの？連れて帰られました。後藤君に足引っ張ってもらったわけじゃない。後藤さんその時は出会う前ですね。でもう酔っ払ってだからもともと強くなかったもんな。そうです、俺らはどっちかっていうとレスラーの新日本の中でもお酒があんまり強くないチームだからな。あと岡は酔っ払うともうザ酔っ払いみたいな感じなんですよ。顔真っ赤になって坊主で顔真っ赤でなんかすごい可愛らしかったです。岡可愛いな。僕もね岡ね体大きいんだけどあんまりお酒は強くないイメージかな。なんかもう顔がポッてなるイメージがあってで後輩っていうのもあるんですけど別に悪態つくわけでもなく、こいつはね一番若手の中で一番常識があるというかね。だから僕の理想とする酔っ払い方ですね。僕の理想とするヘベレケの表情に一番近いのが岡かなと。本間さんもねあんまり強くないけど、なんか飲んで陽気になってるイメージはあるな。本間さんと飲んだこと多分ないかもしれないですね。じゃあなんで入ってるの？もう普段がヘベレケだから。シラフでね。シラフでヘベレケ。シラフでね、そういう意味でね。喋る声とかが酔っ払ってるみたいだなっていうことでもいや面白いな。ヘベレケ最高だったな。はい、というわけで新一コレクションね、ガチャ引いて、ユニットを組んでやってきてみましたけども面白いな。そうですね。意外とこういう楽しみ方もできるなっていうのをちょっと俺たちプレゼンできたんじゃないかなっていうね。そして今後、このね新一コレクションの
新シリーズとして技これというね技をかけているカードが新しく出ますので、お楽しみにしてください。よしはこれからどんなカードがどんな企画のシリーズがあったらそのカードの、でも技プライベートショットとかヘベレケ作ってほしいですね。それねそれは吉橋カメラマンの腕にかかってる。あれはさちょっと撮りためて常に撮って、でもそのもうスタッフさんに常に LINE で送り続ける、レアカードでもうレアカードで写真をもうそれ多分星6になっていいですねそれ。あとはもうレジェンドレスラーのカード、昔のレジェンドだと誰が好きですか？いやもう俺はもう武藤さんで育ったから藤波さんとかね、そういう昔ね新日本の大ボネとして活躍されたレスラーが引けたらそういうねレジェンドレスラーと今現役の選手でまた棚橋武藤組と棚橋藤波組とかそういうなんかドラゴンボンバーズみたいなのはねドラゴンボンバーズ入りたいし俺ねそういうのを組み合わせれたら面白いですね。面白いよね。過去と現在をねこうガチ。そうです。今でありえないようなのを作っちゃったりしたらいいですね。ファンの方がね見てね、他にもこんなカードのシリーズがあったらいいなって思いついた場合は、新地コレクションの公式ツイッターの方にツイートぜひお願いします。ハッシュタグはあれかな。ハッシュタグの漢字の新地カタカナコレクションでお願いします。こういう楽しみ方もあるね。そうですね。いろんな選手にさ俺たち関係性があっていろんなエピソードを知ってるっていうのもあるけど、俺ちょっと後藤君のカード増やしてほしいなって気持ちになる。そうですね。思いましたね。そう見てくれてる人が思ってもらえたら。ヨッシーのそのスマホのホルダーに入ってる後藤君関連の画像を一斉に送ってほしい。スタッフさんにね。ちょっと確認要確認ですけどね。半分嫌がるでしょうね多分。お楽しみにしてください。新地コレクション今すぐダウンロードしようぜ。